今年6月、神戸市である講演会が行われていました。実はがんの方はこういう急速に最後は悪くなる。いいところはギリギリまで普通の生活ができるっていうことなんですね。でうちの息子の場合は4月19日に亡くなったんですけど、3月16日まで仕事してました。関本雅子さん、73歳。これまでに3500人の患者を看取ってきた緩和ケア医の草分けです。その雅子さんは今年4月、息子の郷さんを亡くしました。45歳でした。郷さんも雅子さんと同じ緩和ケア医でした。治療が難しいがん患者らの心や体の痛みを和らげるため、副作用の辛さなどを薬でコントロールしたり、がん治療の進め方の相談に乗ったりします。今後のことに関して何かお話し合いみたいなされたりしてますか？きつい治療というか。十分生かしていただきましたので、全然心残りもなく。なるほど。はい、ところがこの1年前、郷さん自身ががんだと分かったのです。これですね、4センチぐらいの。診断は肺がん。脳にも10カ所ほど腫瘍が転移していて、がんの進行度合いは最も進んだステージ4でした。医師には同じ病気の人はその半数が2年しか生きられないと告げられました。もう治らないがんですって言われてまたズドンと落ち込むみたいなのはよく伝える立場としては実感はしてましたけど、でもやっぱりね、当事者になるとこういうことかというような感じだったのを覚えてますね。クリニックを郷さんに引き継ぐ予定だった雅子さん。息子ががんだと分かった直後は悲しみをこらえられませんでした。車の中で泣いてました。やっぱ一人になるとね、どうしてもね、私の立場としてはもう家族の立場なので、逆に言ったらその郷のおかげでがんの方の家族の気持ちっていうのはやっぱりすごい痛いほど分かりますね。それでも妻と2人の子供のため、郷さんは自らもがんと闘いながら医師として働き続けることを選びました。患者の多くは郷さんと同じがん患者です。抗がん剤の副作用がひどく、治療をやめるべきか迷う人も。急に下痢が始まって、もうひどい状態で、もうかなり衰弱してしまって、おいどうすることもできへんねっていう感じで、もう薬やめましょうって言われたんですよ。がんに負けるみたいな感じがして、すごい不甲斐ないなとか思って。じっくりと耳を傾け、がん患者としての経験も交えてアドバイスをします。副作用を跳ね返せるだけのパワーっていうか体力をまだお持ちだと思いますので、よっしゃもっぺんやってみようかなと思えるぐらい体調が良くなってたらリトライしてみてもいいと思います。自信持ってもらっていいと思いますけどね。はい、ありがとうございます。そして診察の最後にはいつも笑顔で患者を送り出します。やっぱりなんか共有できるっていうのかな、同じ悩みを先生にご相談して、僕だったらこういうふうにしますよっていうふうに言い張って、そうかなと思って、すごく参考になりますし。患者と向き合う時間は郷さんにとっても大切なひとときでした。患者さんからどっちかっていうと勇気をもらえるという状況は続いてるなと思うんですよね。なんかしんどい中でも行くと皆さんすごく喜んでくれたりするので、自分がの身に今後起こることだと思って、一生懸命というか症状の緩和に努めるというか。あと2年と告げられてから2年が経ちました。この頃郷さんは脳転移の影響で左手に麻痺が出始めていましたが、
それでもがん患者としての経験を伝えることをやめませんでした。立ち直れたのは、僕の場合はやっぱり家族でありですね、職場の同僚であり、あと中高大学、あと在宅緩和ケアになってからの同僚たちの支えだったんじゃないかなというふうに思います。これだけ自分のことを案じてくれる人たちがいるんだと思えるだけで、とにかく与えられた命をやり抜こうというか、ね、楽しみ抜こうというふうな気持ちになれた。最後まで自分らしく生き続けた郷さん。容体が急変する3月中旬まで患者に寄り添い続け、その1ヶ月後、4月19日に息を引き取りました。がん患者となった息子の看取りを通して雅子さんは分かったことがあります。初めて家族として分かったことは、亡くなるまでの不安、家族のそれがやっぱすごく大きいな。この人はどんな最後を迎えるんだろう、ご本人も多分そうだと思うんですね。どんな苦しむんだろうとか、どんなに痛むんだろうとか、人格が変わってしまうんじゃないかみたいな恐怖心を私ずっと持ってたんです。その不安を和らげたのは緩和医療でした。亡くなる20日前に脳の小手術を行うと、郷さんを苦しめていた症状が治まり、家族と友人が見守る自宅で最後の時を迎えることができたと話します。最後穏やかに亡くなって見とった時っていうのは、ものすごくほっとした感じ。苦しまないで済んだって思いがものすごく強かった。今年8月、郷さんの母校でお別れ会が開かれました。同級生が企画し、友人や医師仲間などおよそ250人が一堂に集まりました。正直に言うと、悔しいの一言です。本当にみんな郷さんのことが好きでした。彼がいろいろ残してくれたものというのはたくさんあるんですけれども、それを我々がちょっと引き継いで、していかないといけないなというふうに感じておりますし、これから彼が残したものを引き継ぐ人たちをやっぱり育てていくっていうのも我々の彼に与えられた使命かなというふうに感じております。皆様どうぞお聞きください。皆様お楽しみいただいてますでしょうか。本日はお忙しい中、私の葬儀にもしくはお通夜に参列いただきまして本当にありがとうございます。大好きな人たちに感謝の思いを伝えたい。この日のために生前に撮影していたのです。思い起こせば、最高の妻、子供、両親、親族に恵まれ、そして高校時代から、なりわいにしたいと思っておりました緩和ケアを、ずっと仕事にすることができ、一言で言うと最高の人生でございました。皆様が、来られた時に気分よく、こちらの世界に来ていただけますように、天国であっても地獄であっても、いいお店、いいお酒を手配してお待ちしております。ぜひアテンドさせていただきますし、もちろん、そのような日が少しでも、遅くなりますことを、お祈りしつつ、私のお別れの挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。また会いましょうね。その2ヶ月後、いつもと同じように患者の自宅を訪ねる雅子さんの姿がありました。咳はどうですか最近？ちょっとだけ。ちょっとだけ。自分で自分の希望をちゃんと言ってくれはるでしょ。だけど眠気が強くなったりして自分の意見なかなか私に伝えてくれないことがこれから起こってくると思うんだけど、そんな時って代理で意見言ってくださるのって奥さん、娘さんどっち？
両方分かった。じゃあ両方で相談してもらおうか。郷さんが亡くなって間もなく半年。がん患者とその家族が自分らしい一日を過ごせるよう寄り添い続けたいと、より強く思うようになりました。プラスになることであれば、もう本当に一緒に戦っていった方がいいかな。息子に関われよと言われてるんだと思います。自分を見ろと、こんないいこともあったやろっていうのを言われてるような気がするので、もうしっかり関わっていきたいと思ってます。はい。